こんにちは、メイです。ついに新シリーズシトロン島の島作りが始まりました。シトロン島のコンセプトはとにかくシンプルに色や家具を使いすぎないようにすることです。おしゃれになるように頑張って作っていきます。飛行場から案内所までは少しだけ距離がありますが、遠くないくらいの距離感です。今回はここからカメラを起動して映る範囲のみ島クリエイトしていきます。構想もラフな感じで描いていきます。桟橋からまっすぐ行くと斜めの橋があります。右側は池になっていて、縦線は麦畑です。今回も利便性のために自宅を飛行場の近くに設置します。花みたいのは風車です。風車の前のもしゃもしゃはシマトネリコ。書くときと書かないときもありますが、頭の中を整理するときに適当にラフを書いてから島クリエイトしています。大まかな構想ができました。空白のところは未定で作りながら考えます。作る範囲はだいたいこの辺りです。まずは端までの道を敷きます。このマイデザインは自作です。シトロン島はマイデザインに関しては特に縛りはないので、いろんな方のマイデザインもお借りする予定です。橋を架けるために池と川を大まかに作ります。いつもならここでマニアッククイズのお時間ですが、初めてシトロン島の島作りということで少しだけ構想のお話をします。まずシトロン島は段差を少なくしてなるべく平坦にします。すごい景色を作るには段差や複雑さって大切だと思いますが、難しいんですよね。難しいって途中で島クリエイトをやめたくなる要因の一つだと思うんです。なので簡単シンプルかつおしゃれに見えるなら誰にでも真似しやすいんじゃないかなと。他の島に私の島クリエイトを取り入れても違和感が少ないような、そんな島クリエイトを目指しています。誰かの島作りや部屋作りの役に立ちたいと思って始めたチャンネルなので、今回の動画もシトロン島も何かのためになったら嬉しいです。川と池の形がいい感じに丸っこくなるように調整します。道を作っていきます。想像してたより桟橋から石の端までマイデザインを敷くのが難しくて苦戦しています。ど田舎に来たなぁという感じを出したいので、飛行場から降り立ってすぐ自然を感じられるようにします。ラフの時に描いていた花を飾ります。こちらは絵で爆発していたシマトネリコですね。この角度から見てみるといい感じに角が重なっていますね。風車の奥に自宅を設置します。トタンの柵を設置します。この組み合わせは Twitter の FF さんに教えていただいたもので気に入っています。砂利道から家までを獣道でつなげます。これも自作のマイデザインです。息子と公園に行った時に道をしっかり観察し、写真に収め、じっくり見ながら描き上げました。土の部分に石の凸凹感や枯れ草、道の周りの雑草などが特徴の獣道です。
川が途中なところで終わっているので、家の裏まで掘り進め、川の先を隠してしまいます。川の途中に釣り堀的なものを設けて、飛行場から見た時に視線が奥に行くようにします。洗濯物は見せていくスタイルです。案内状の方まで少しだけ道を伸ばしていきます。釣り堀に行くちょっとした抜け道を作ります。獣道を縦に敷いた後に柵を設置するとリアルさが増します。草がまるで柵周りに入っているようにも見えますね。ラフで描いた部分は大まかにできたので、あとはバランス調整していきます。全体で見た時にシマタネリコのバランスが悪いので、正面奥にシマタネリコを追加します。デコイを正面から見た時にしっかり見せたいので底上げします。これがあるだけでデコイの写真写りがバッチリ良くなります。丸太の杭にデコイが触っている感じでも見えますね。アルプスの少女宅のように自宅裏にも針葉樹を植えます。アルプスの少女宅のように針葉樹は大きくないので3本以上植えていきます。アルプス感が出ましたね。自宅の前をレイアウトしていきます。少しだけみんなでティータイムできるような場所を作ります。囲うように椅子を置きたいのですが、今回は切り株を採用します。ちゃんと座れる椅子も用意します。草の種類を増やしたいのでサトウキビを植えます。野菜類はデフォルトで黒土がセットになっているので、黒土部分を隠すようにすると馴染みやすいと思います。ここの角が気になるので角を消します。代わりに石を敷きます。これで全て完成です。自然多めな田舎っぽいエントランスができました。エントランスからすぐのところに自宅があるって便利そうだなと思った方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。